それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。お日様、あなたの SNS を見ていますか？あなたに対してどんな印象を抱いているのかというのを見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速見ていきましょう。まずは SNS を見ているのか、もし見ているんだったらどんな印象を抱いているのか、タロットカードやルノルマンも使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。そうですね、今回オラクルカードも使っていきながら見ていこうと思います。まずは、補足としてルノルマンを出していきます。 SNS 見ていますかっていうことに対しては答えはイエスです。見ていますね。認識もされていると思いますし、とても良いイメージを持たれていると思います。まずはルノルマン1枚出しましょう。ツリーのカードです。ちょっとこの辺りが気になるなと思ったので出しました。で、後からまた補足出すかもしれません。あとこちら飛んできたのが無知放棄のカードですね。なのでそうですね、例えばあなたが SNS でここぶつかり合いなんですよ。ファン同士の争いとかを恐れていたりとか、最初の方が自分らしく動けていなかった、発信できなかった、あなたが SNS 上において誰かから何か言われたから自分で制限かけていましたとか、自分らしく振る舞えなかったとか、うまく伝えられなかった、推しに届かないって思っていたっていう風に今も実感されているかもしれません。自分の中でちゃんと届いているのかなって不安になったりしているかもしれないんですけど、しっかりと届いているので安心してくださいね。そしてもっとあなたらしく表現してもいいんですよっていう風にも出てきています。お日様からの印象をカラーカードで1枚もらっていきましょう。こちらラッキーカラーとしても受け取ってください。はい、カラーカード1枚出していきます。お日様、どんな印象を今あなたに持たれているのか、すごくいい印象だなっていうふうに思うんですが、どうでしょう。あと今お日様ちょっと忙しいかなっていうのは入ってます。活動がたくさんある、出番がたくさんあるっていう風に出てきていますね。出演作が多いとか、今取り組み中っていうか、たくさんのことを活動している、ライブ中とかツアー中とか、そういうイメージです。そしてお日様から見たあなたのイメージがアジュールのカード、晴れ渡っている、すっきりと明るいなとか、そうですね、青空のような、そして自分を守るっていうメッセージもありますので、お日様を守ってくれる人、推し活を通じてあなたがとっても応援してくれるから、それが自分の心の励みになっていますっていうお日様だと思います。あなたの応援がしっかりとお日様の心に届いているっていうことを今受け取って、あなたが自信につなげていってくださいねっていう風に出てきています。そしてこちらのカードからも1枚出していきましょう。こちらですね、ちょっと気になるのがここだったので、ここに1枚出します。ここが実は今その推し活するにあたっての課題点だったりもします。ポイント、押さえておきたいポイントです。乙女座のカードですねが入ってきています。でかつここにツリーのカードも出てきているので、このツリーのカードっていうのはこちらとこちら2枚に共通して出したんです。でこの乙女座のカードはこの課題点っていうところで出したんです。あなたがすごく細部まで行き届いている方、気遣いができたりとか見ちゃうっていうところがあると思うんですよ。いろんな情報を収集して自分の中で整理整頓して、この情報はいる、この情報はいらないっていう風に分けたりとか、あとはその誰かと自分を比較するとか、ファンの中でもこの人は
とかっていう風にカーストを見てしまったりとか、いろんなものを対象してしまう、見てしまう、比較してしまうっていうところがある。分析するんですよね。すごく清純でいて、だけど頭の中っていうのは、だからこそなのかな、清純だからこそ汚されたくないっていう思いがあって、それで自分の中で必要なものとそうじゃないものっていうのを分けるような、そういう傾向があるのかもしれません。なので周りと打ち解けることに対して抵抗があったりとか、自分一人で推していきたいとか、仲間は作りたくないっていうふうに思ってるかもしれないし、また逆に仲間を作りたいって思っているんだけど、うまくそれがいかない、自分と気の合うファンが見つからない、同じ目的を持って推してくれる人がなかなか見つからなくて、自分一人で今推しているような状態なのかなっていうのも感じます。ただそれがあなたの推し活をとどめている、遮ってるわけではなくて、それはそれ、自分の推しは推しっていう感じで、推し活自体は楽しいものであると思うんですよね。そこに同じ気持ちを分かち合えるような仲間がいたら、きっと面白いだろうなっていうのは感じてるとは思うんです。ただあなたにとって重要なのは、仲間がいるかいないかではなくて、推しに自分の気持ちが届いてるかどうかっていうところだと思うんですよね。それはきっちりと届いているので、あなたのその願望は一つ叶ってるんじゃないかなって思います。一番大事なのは、推しのことについて、推しが健康で健やかでいてくれたら嬉しいし、明るく元気に笑ってくれたら自分も嬉しい気持ちになるしって、何よりも推しとの絆が一番大事なんですっていうのが、ここのツリーのカードから入ってきています。推しを慕う気持ち、これをずっと育ませていきたい、絆を深めていきたいっていうのが入ってきていますね。そしてあとはこちらのこの無知放棄とソードの8番が出ている通り、自分らしく振る舞えない、推し活できない時もあるかもしれない、あったかもしれない。誰かと対立するとか言い合いになったとか、このファン層の間で分かれる、二分化するようなことがあったかもしれないけど、自分は自分らしくいることっていうのがここのアドバイスカードで入ってきています。なんか動きづらいことがあったかもしれないけど、でも大丈夫ですよって、あなたはあなたらしくいてくださいっていう、そういうメッセージでもあります。そしてお日様はあなたの SNS を見ています。で、ちょっと気になるのがお日様の体調面っていうところで、今忙しくってなかなか体調管理がとか、体調をすごく気を使っているっていう気がします。ツアー中だからこそ体調をしっかりと念入りにケアしていたりとかするのかもしれないし、忙しすぎてうまく食事が取れていないとか、睡眠削っているっていうお日様もいるかもしれません。少しそのお日様の体調は気を使っていって、なんとかね、健やかでいてくれたらいいなっていう風なところもあるのかなと思います。ただその落ち着きを取り戻すというか、忙しいのが一旦終わって区切りがつけば、ゆっくりとお日様また休んで元気になると思うので、そこまで心配はいらないと思います。あなたのお気持ちしっかりと受け取っているし、優しい気持ちっていうのがお日様に伝わっています。とってもいいですね。ではもう少し見ていきます。お日様があなたの SNS 見ているよっていうことで、じゃあどういう印象を抱いているのかっていうのを今回3つに分けて見ていっています。それはこちらのオラクルカードで出しているんですが、まずは SNS 上でのあなたがどんな風にコメントしているとか、お日様の SNS に反応しているのかっていうところから読み解くあなたの印象。そしてもしあなたがライブ行ったことあるよとか、自分の顔を投稿したことがあるよとか、お日様に自分の外見を見てもらったことがあるような気がするっていう方は、その外見についてお日様はどう思っているのかっていうところも見ています。あとはあなたが SNS とかコメントとか、また実際にお日様とお話ししたことがある方もいるかもしれませんよね。あなたのそのお人柄っていうところでどう感じているのかなっていうのをこの3つに分けて見ています。ラッキーカラーはアジュール色なので、この晴れているようなすっきりした青空の色で受け取ってください。では見ていきましょう。こちらラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは7です。7のつく日、時間を参考にしてください。はい、そしてこちら植物の絵柄が描かれています。これはクリンソウっていうお花です。そしてパワーストーンです。ターコイズ
ですね、運気上昇する聖なる石、成功に導く英知のコミュニケーションとあります。たくさんの投稿されていたりとか、いろんなあなたの表情を見ているっていうのが伝わってくるんですね。ここにチャクラとしても1、4、5、6と入っているので、様々なあなたの表現方法っていうのが出てるんじゃないかなと思うんですね。自分らしくあくまでも表現することが大事だよっていうことも伝えてくれています。こちらラッキーフードとして取り入れてください。ミックスベリー、ベリー系です。いちごとかブルーベリーとかラズベリーとかもいいでしょう。ベリー系を食べてください。美意識、宇宙と光とエナジーと出ています。ベリー系を食べてぐっと運気を上げましょう。そしてこちらのカードが、実はこれいいこともうすぐあるよっていう風に言われてるんですね。何か嬉しい出来事が近未来やってくるかも、受け取ることがあるかもしれない。例えば自分の投稿を見てお日様がいいね押してくれたりとか、返信が来たりとかするような、そんな嬉しいことが SNS 上で起こると思います。これちょっと期待ですね。そしてトゥルーラブオラクルからは、愛は待つということで、待っていることが今あるのかもしれませんね。あなたが推し活について、それでいい結果が返ってくるような、そんな流れになっています。アドバイスカードはカップの5番が出ていますね。やっぱり自分に自信を持ってしっかりと自分らしく推し活すること、周りに左右されないとか、一喜一憂せずに自分らしさを貫いていくこと、どんどん自分らしさを拡大していってください。本当に自分らしく振る舞っていくことがここは大切になってきます。フールのカードが対策カードで出てきているので、あくまでも自分らしさを貫いていくっていうこと、そしてフールのカードは新しい始まりとか変化っていうのもあります。変化、新しい変化に向けて始めていくっていうのがキーワードなのかなとも思うんですね。これからの推し活において、もう今までの自分じゃないんだよとか、とらわれの自分じゃなくて自分らしく振る舞っていく、その方がもっともっとお日様に自分の気持ちが届いていくと思いますね。カップのクイーンやペンタクルのページのカードも入っているので、あなたが愛情を注いだら注いだ分だけ受け取るものがあるとか、丁寧な姿勢で取り組んでいってください。今でもお日様に届いていますから。まずお日様から見たあなたの SNS 上での印象をお伝えしていきます。あなたの SNS の投稿やコメントっていうのは、お日様にとって春の光のように感じていると思うんですよね。優しいとか、あと見ているだけで心地よく、そして心が軽くなるような、そんな印象を持たれています。明るくなるのもそうだし、優しい気持ちを受け取っているっていうのも入ってきています。どの投稿にも感じられるのは、この人、あなたって丁寧に生きているなっていうことです。朝の空、好きな飲み物、小さなお花やお気に入りのコスメ、そんな日常の中のきらめきを見逃さないで、あなたは写真と言葉でそっとすくい上げるような感性を持っています。それはお花のように静かに、でも確かに咲いている春の存在感としてお日様に映っています。柔らかい春のようなイメージっていうのが入ってきますね。この、トランプ7番のカードが象徴しているのは、内面の深さと神秘です。あなたの投稿からは、見た目が綺麗ということに加えて、この人自分の芯をちゃんと持っているなと思わせる強さと品の良さがお日様に伝わっています。写真の構図だったり、色味だったり、言葉のチョイスだったり、どれも個性的な感性と自分の意志がある。そこに知性とセンスを感じ、お日様もこの人はただものじゃないかもなんて密かに思っているかもしれません。こちらの花言葉っていうのが、若さ、春、始まりとか、愛と献身、お日様のために愛情を惜しみなく注いでいくっていう、そういう花言葉がありますので、まさにあなたを表しているようなカードなんじゃないかなっていうふうに思いました。では、お日様に外見見てもらったことあるよとか、見ているかもしれないっていうふうに思っている方、お日様が感じるあなたの外見の印象です。まず清楚で優しいっていうのが一番最初に入ってくるかなと思います。可愛らしいとか、
でもふとした瞬間にドキッとするほどの魅力も感じています。あなたの服装はナチュラルで色合いも柔らかい、そしてどこか印象に残る。髪や肌もお手入れが行き届いていて清潔感がある人、自分を大切にしている人という印象をお日様に与えます。ナチュラルな美しさがにじみ出ているタイプというふうに外見の印象が入ってきますね。そして何より愛と献身です。誰かのために動くことが自然にできるあなたは、人の心にそっと寄り添うのが上手です。お日様から見るあなたは、そばにいるだけで癒されるような存在です。そんな安心感と強さが合わさっているから、きっとあなたを見ている人の心に、そしてお日様の心に深くあなたという存在が残っているのだと思います。そして性格の印象です。性格は優しさとひらめきを併せ持つような人。SNS の言葉からも他人を思いやる気持ちとかさりげない気配りが伝わってきています。同時に奥行きがある。どこか一つ自分だけの哲学や価値観をしっかりと持っている。そこがお日様にとって魅力だというふうに映っています。そして何より愛と献身ですよね。誰かのために動くことが自然にできるあなた。そんなあなたは人の心に寄り添うのが上手です。お日様から見るあなたはそばにいるだけで癒されるような存在。そんな安心感と強さが合わさっているから、お日様の心に深く印象深く残っているのでしょう。はい、あなたの魅力ももっとお伝えしていきます。ターコイズのカードからもメッセージもらっていきましょう。あなたはまっすぐで正直な方なんじゃないかなと思いました。そしてしっかりと考えて行動できるタイプです。ちょっぴり不器用でもその一生懸命さが人の心を動かします。あなたは自分の気持ちを信じて前に進む力がある人です。新しいことにチャレンジする元気や勇気も持っています。はい、いいですね。そしてこちらのカードも待つっていうカードですね。もちろんこの言葉が示す通り、あなたは信じて待つことができる人です。結果を焦らず、目に見えないところでゆっくりと愛を育んでいく、そんなあなたの姿にお日様はとても深い優しさを感じています。あなたがまいた種、その種から咲く花、きれいに咲くまでは時間と手間がかかる。でもあなたはその過程さえも大切にできる人です。そんなあなたの中には、どんなに風が強い日も、どんなに寒いよりも乗り越えていける真の強さがあります。今がどんな状況でもきっと春は来ると信じていられるあなたの愛が何よりも力強いものとなっています。過去のあなたもよく頑張ったねと声をかけてあげてください。小さな成功も大切にして自分をもっと好きになっていきましょう。今のあなたは春の始まりのように可能性と輝きに満ちています。すぐに答えが見つからないことがあっても大丈夫。あなたの中にはもうすでに新しい始まり、この芽が育っています。どうかその芽を信じて優しく育ててください。信じる力が未来を変えていきます。ぜひ信じて進んでみてください。素晴らしいメッセージです。決して落ち込んだり自信を失うことはない、あなたらしい輝きでそのまますくすくと育っていってくださいねっていうことですね。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これは繁栄というカードです。これももう間もなく嬉しい、驚くような嬉しいことがやってくるっていうカードなので、これが豊かさ、あなたの心の豊かさにつながるようなことだと思うんですね。あなたには素敵なものを受け取る力がちゃんとあります。推しを応援しているイコール自分を大切にしているという証なんです。こんなに夢中になってもいいのかなって思う日があっても大丈夫なんです。推しに夢中なあなたはとっても美しく前を向く力を持っています。小さな喜びもしっかりと抱きしめていきましょう。あなたは価値を受け取る人。今日も一つでも多くの好きというのを受け取って大切に育んでいってくださいというメッセージです。とっても素晴らしいメッセージ。近々嬉しいことがありそうだし、受け取ることもある。そしてもっと自分らしくて
自分らしい推し活をしていっていいんだっていう風に思えるような出来事だと思いますので、より一層心が豊かになるような日々になっていくと思います。どうぞこれからもあなたの推し活があなたの心を潤してくれるものになっていきますように応援しています。今回は推し活シリーズ、推し様あなたの SNS を見ていますかということと、あなたに対してどんな印象を抱いていますか、そして近未来何か訪れることありますかということを見ていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推し様、あなたの SNS を見ていますか？そしてどんな印象を抱いているのか、また2人の近未来はどうなるのか、何かが訪れるのかというのを見ていきます。よろしくお願いします。では、今回は、ルノルマンやタロット、オラクルカードも使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。タロットワンドの4番、運命の輪ペンタクル3番、ワンドの6番、ペンタクルエースにソードのキングです。そして推し様が感じるあなたの印象をカラーカードからもらっていきます。まず SNS 見ていますかっていうことなんですけど、答えとしてはイエス、バッチリ見ていますね。はい、もう昔から見ていますよっていうのが入っています。あなたが SNS で推し様のことについて投稿していたり、推し活しているのであればそれを認知していらっしゃると思いますね。はい、では推し様から見たあなたの印象です。バイオレット、スミレ色、バランスの取れた人生を想像、作り出すっていうことで、そうですね、なんか直感が鋭い方だなとかっていうのも感じていらっしゃると思いますし、まずバランスっていう風に出てきてるので、バランスの取れている方だなとか、安心できるなとかね、そういうことが入ってきますね。またこのバイオレット、スミレ色っていうのをラッキーカラーに取り入れてください。紫色、スミレのような鮮やかな紫色ですね。あとクリエイティブな方っていうのもあるかもしれません。あなたが推し活について何か作り出している、編んでいたりとか書いていたりとかすること、そこに対して評価してくださっていると思います。ルノルマンでも1枚もらっていきましょう。ここに1枚補足で出していきます。ブックのカードですね。はい、あなたとお日様との間をつなげてくれるような、ここソードのキングなので、年上の方または男性の方が鍵になってくるかもしれません。この方が情報をあなたに提供してくれるっていうことで、それは同じファンダムの中にいるかもしれませんし、またはこのお日様とあなたをつなげる人、違う役目、違うこのファン層ではないんだけれども、仕事のつながりとか何か橋渡し的な役目をしてくれるような方が現れるかもしれません。でこの方をキーポイントにしていってください。今流れに乗る時なんですよっていうことと、近未来このお日様との間で建設的なやり取りができそうなんです。2人ですごく大げさに言っちゃえば同じプロジェクトに取り掛かるような感じです。なのでお日様が例えばファンクラブ開設しました。でそこにあなたが参加しました。でお日様がファンから募集します、なんかやってほしい企画ありませんか。そしてあなたがそこに申し込んだ、こういうのどうですかって提案した、それを採用してもらえるとか、そういう感じでしょうか。あとは例えばインスタライブとか行っていて、あなたがコメントしたのを拾ってくれて、そこから会話が広がっていくような感じっていうのも入ってきますし、
情報をしっかりと集めてくださいねって、それがあなたを勝利へ導くことになりますっていう風に、今すごく転機を迎えているなっていうのを感じています。で、 SNS はもちろん見てくださっていて、そこに癒しとか安心感とかあなたっていうお人柄がにじみ出ていると思うんですね。その魅力を十分にお日様は受け取っていて、そしてかつ今お二人の流れが良い方向に変わっていくんじゃないかなっていうのが入ってきています。このキーポイントになるような、キーパーソンになるような人、知識がすごく深い、そうですね、有識者の方とか、そのお日様のジャンルですよね。アーティストなのか、例えば絵を描いてるとか音楽やってるとか本を書いてる人なのか、そのジャンルに特化したあなたを助けてくれるようなキーパーソンになる方がいらっしゃると思います。その方とあなたが手を取り合ってお日様を応援していく。そうするとよりあなたが勝利へ近づいていきます。これワンドの6番っていうのは勝利なので、あなたが一つ掴んでいくことがある。また推し活においては自信持って進んでいってくださいっていうのが入っていますね。このチャンスをものにできると思う。なんかお二人の間で共通していることがあると思うんですね。なんだろうな、ファンとお日様が一緒になってやれるようなことです。なのでファンミーティングに当選するだったりとか、もっと推しとの距離が縮まるような出来事がこれから訪れそうな気がします。はい、SNS についてはもう見ているなっていうのを感じますね。で、あとはこのキーパーソンになる人の特徴をもらっていこうかなと思います。こちらのアストロロジーのオラクルカードからもらっていこうと思います。どんな人物像なのか、そうですね、ソードのキングだから頭の回転が速いとか会話上手とか、そういうことが入ってきます。もう少し詳しく見ていきましょう。どんな人か。はい、魚座のカードが入りました。ここの頭の回転が速いとか情報収集が得意とかクールな方に加えて、ちょっと意味が大きくなっていくんですが、夢ロマンチストとかアーティストとか、そういうのがキーワードとして入ってきます。だからこの方もアーティスト活動をしている方なのかもしれないなと思いますね。かつブックのカードも入っているので、なんかこう書籍を出されていたりとか絵を描いていたりとかするのかなって、何か描いているっていうのも入ってくるし、あとはコミュニティサイトですよね。文字なので SNS ブログを書いていらっしゃるような方、解説していらっしゃるような方とか YouTube チャンネルっていう可能性もあるかなと思いますね。こう自分の夢理想について語っているような方が共通しているかもしれません。お人柄としては優しくて、誰にでも分け隔てなく優しさを見せるようなキーパーソンの方っていうのがイメージとして入ってくるかなと思います。柔らかいとか、そうですね、バランスを取れてるんじゃないかなと思いますね。このカードが2枚入ってきてるので、多分活動者だと思います。何か活動しているとか、お日様のサポートをしていたりとか、お日様の活動において裏側でサポートしているような方なのかなとも思いますね。はい。で、どんなことが起こるのかっていうのも気になりますよね。なんかこう今チャンスがやってきてるっていうことで、なんかそこに対しても1枚欲しいなと思うので、ルノルマンで補足もらっていきましょう。それは一体どういうことなんですかっていうことでもらっていきましょう。この飛んだのも拾っていってもう1枚もらいましょうか。はい、コウノトリのカードですね。嬉しいお知らせがやってくるとか、移動もそうですね。幸せな方向へ、前向きな方向へと変化していきます。これも変化を表すカードなんですね。そして棺のカードです。棺っていうのは一旦物事が終了するサイクルが終わる。ここで一旦終わってまた新しく始まっていく、このサイクルを感じるようなことが訪れるでしょう。なので何か節目をつけた時、お日様がここ始まりを表すカードも出てきているので、例えば事務所が異動になるとか、今までやっていた開設していたファンクラブが一旦閉鎖になって、そしてまた新しい流れが生まれていくような感じ、移動も入っているので移籍するとかですねっていうこともあるかもしれません。
あとは活動が一区切りつくっていうこともあるかもしれないですね。そのタイミングでまた新たに始まりがあるんじゃないかな、動きがあるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、近々お日様とどんなことが起こるのかなっていうことで、この2枚を出していきました。では SNS ね、ちゃんと見てるよっていうお日様だったので、あなたってどういう風に見られているのかなっていうのを3つに分けてみています。1つは SNS 上でのあなた、コメントを送っているとか SNS で推し活のアカウント作ってやってますっていう方、どういう風に見ているのかなっていう印象と、あとはあなたの外見を見たことあるよっていうお日様については、あなたの外見についてどう思っているのかっていうこと、あとは内面ですね、性格についてどう感じているのかなっていうのを出しています。そしてラッキーカラーはすみれ色で、ラッキーナンバーは1番です。1のつく日時を参考にしてください。そしてこちらのお花なんですけど、このお花はバイモユリっていうユリのカードですね。はい。そしてパワーストーンのカードはオパール、希望の石。変幻自在の虹は愛と美と幸せを運ぶっていう風にキーワードが出てるので、この、コウノトリとかも運ぶ、幸せを運ぶとか移動とかなので、何かこう運ばれていく物事が運ばれていくのか、お日様がそのものがね、遺跡とか移動とかになるのか、例えばライブとかであなたの近くに来るとかかもしれません。移動っていうのも入ってきます。ラッキーフードはナスです。で、今回思ったんですけど、紫多いですよね。紫が多いなと思ったので、かなり強調されていると思うんですね。そして多分この共通する人物、橋渡しをしてくれるような人物もあなたが今なんとなく感じ取っていると思います。なぜだったら今あなたの第7チャクラの部分が開かれているから、とっても直感力に優れている時なので、そのあなたの直感と共鳴するような方だと思うんです。この、キーパーソンになる方が。なので直感でこの人かもっていうふうに思うところがあるんじゃないかなと思いました。ナスはことがうまく運ぶ、これも運ぶっていうワードですね。そして思いがけない幸運のカードも出てるので、やっぱりそうですね、今チャンスが巡ってきているんだっていうことも言われているんじゃないかなと思います。そしてこちらイルミネーションのカードと決断っていうカードも入っています。イルミネーション、啓蒙っていう意味があるんですが、あとこちらですね、アドバイスカードでスターのカードも入っています。希望を表していますし、やっぱりクリエイティブ関係っていうのが入ってきますね。あなたがそういう活動をしているのかね、その SNS 上の活動といっても、アートであなたが推し活しているファンアート書いていますとか、そういうクリエイティビティを発揮しているような推し活をしているとか、またはやっぱりこのお日様とのあなたの間をつなぐような方が現れてきて、大きな希望が近づいてくるような、そんな幸運を表すようなカードも多いですね。そして決断っていうのも出ているので、今あなたが決める時、バチッと勝負に打ち勝つ、決めるぞっていう時かもしれないし、迷ってることがあるんだったら今決める時なんですよってことを言ってるのかもしれません。まずお日様から見たあなたの SNS 上での活動はどう見えているのかなっていう、そういう印象をもらっていきましょう。あなたがやっぱりこう文章とか文字、巧みだなっていうふうに思います。あなたの SNS っていうのはお日様にとって読み応えがあるっていう風に出てきてるんですよね。読み応えがある。なので、推し活をしていて文章、ブログとかなんかこう綴っていたりとかするのかな、お気持ちとかを文字に表している、コメントとかする時も丁寧にちょっと長めの文章にしているのかもしれないし、短かったとしても読み応えがあるっていう風に言ってるので、中身が相当濃かったりするのかなっていうのも感じるんですね。または写真もつけている可能性もあるんじゃないかなっていう風に私は思いました。どうでしょうか。なんかこう写真も文章もすっきりとしてるのに、中身はしっかりと深さと気づきがあるという風にお日様から受け取られているみたいなんです。
例えばお気に入りの本やアイディアノートをあなたが紹介していたりとか、日常のちょっとした場面に自分なりの視点で言葉を添えていたりとか、誰にでもできるようでいて実はセンスと才能がないとできないこと、お日様から見たあなたは頭が良くて心の温度が高い人というふうに見えているみたいです。さらに人の気持ちを読むのが上手だから、コメントへの返しもなんでそんなことがわかるのとお日様が驚くような的確さがあります。SNS という表面的になりがちな場でも、人との距離の取り方と寄り添い方のバランスが絶妙なんです。それがあなたを特別な存在にしているっていう風にね、入ってきていますよ。バランスが取れてる、的確なコメントをするとか、内容がしっかりと的確でずっしりと深みがあるっていうことですね。そこに気づきをもらえるんだ、インスピレーションをもらってるんだよっていう風な印象を与えています。では外見についてです。お日様と会ったことあるよとか、外見知ってるんじゃないかっていう心当たりのある方、ぜひこれをお受け取りください。お日様から見たあなたの外見は静かな存在感という感じでしょうか。だけどどこにいてもなぜか目に留まるタイプ、すっと通った姿勢、涼しげな目元、細やかな仕草、知性と気品をまとっていて、この人きっと芯が強いんだろうなと思わせる雰囲気があります。ファッションはモノトーンや落ち着いた色を上手に着こなす印象、質感やラインを大切にしていて、それがあなたのスマートな知性を際立たせています。アクセサリーも小さめなものをセンスよく取り入れているんじゃないかなと思いますね。わざとらしくない美しさにお日様も惹かれているんじゃないかと思います。では性格的なところはどう捉えているのかっていうところなんですが、やはり静かめだけど情熱的、冷静さと情熱、どちらもバランスよく入っているなっていうのをお日様感じてるみたいです。冷静で理性的だけれども、その奥にある思いはとっても強い。だからこそ何気ない一言にも重みがあって、人の心、お日様の心を打ちます。この倍もより、このカードの花言葉は天上の愛です。このカードが示す通り、あなたの優しさは見返りを求めないものです。人を喜ばせること、お日様を喜ばせることに心から意味を見出している、そんなあなたなんじゃないかなっていうふうに思いました。それでいて必要な時にはしっかりと決断もできますし、自分の信念を曲げない強さも持っています。それがお日様には知性として映っていて、頼りたくなる存在、尊敬できる人という印象を持たれていると思います。そんなあなたの魅力はこのオパールのカードから出ています。希望の石ですね。そしてこのスターも希望を表しています。あなたは周りの人の心をふわっと軽くできる人です。ニコッと笑ったり、優しい言葉をかけたり、それだけで周りが、相手が元気になります。あなたには人を喜ばせる才能があります。あなたと一緒にいるとその場の空気がキラキラ輝いていきます。あなたの内面から溢れ出るエネルギー、それは生きる喜びや幸せを感じる力、そして安心して物事に向き合える落ち着きがあります。目には見えないですが、深いところからアイディアやひらめきが湧いてくる。自分の思いを素直に受け止めながら、自然体のままで誰か周りの人、またはお日様の希望になれるような存在です。目立つ人っていうのが入ってきますね。目立とうとしなくても目立つっていうのが入ります。そして周りのファンの方々からも一目置かれているような存在だと思いますね。変化や再生の力をあなたは宿していて、真の強さとしなやかさが同時に輝いている、強さで輝いているのかなとも思いますね。はい、なんか強いカードも入ってきていましたし、幸運をゲットする力がある、今それに導かれているんじゃないかなっていうのも感じました。総合的にお日様から見たあなたの印象っていうのは、自分の道を選べる人でしょうか。この決断っていうカードも強いですね。迷っても悩んでも自分の気持ちを大切にして進もうとするあなたの姿というのは本当にかっこいいです。誰かの期待や社会の声ではなくて、自分の心に耳を澄ませて
道を選ぼうとするその姿勢にお日様は尊敬の気持ちを抱いていると思います。あなたが決断するたびに、その選択は確かに未来を動かしている。少し怖くても自分の足で進んでいこうとするあなたの背中は本当にキラキラしていて眩しいです。自分の心の声を信じるあなたに、これからも素敵な選択とチャンスがどんどんやってくるでしょう。推しはどんなあなたの決断も全力で応援したいと思っています。あなたの中にある光と影、全部ひっくるめて愛してあげてください。それがあなたをもっと美しく、もっと自由にしてくれます。今のあなたには宇宙とつながるような直感と導きが宿っています。この紫色、第7チャクラ、クラウンチャクラのエネルギーがすごく高まっている状態です。すでに必要なサポートはあなたのそばにあります。そしてこれからもあなたを優しく包み込んでくれます。考えすぎず心の声を信じていきましょう。思いがけない幸運はもう間もなくやってきます。はい、なんか嬉しいね、幸運がやってくる、それをしっかりキャッチできるっていうことが入ってきていました。ではこちらのお選びいただいたセレニティのカードからメッセージをもらっていきましょう。これは静けさとか落ち着きを表しています。静かで落ち着いた心が推しとの絆をもっと深めてくれます。SNS や周りのスピードに合わせようとすると心がざわざわしがちになります。ですから自分のペースを大切にして推しを応援していきましょう。ゆっくり味わうことであなたの世界はもっと豊かになっていきます。静かな喜びが毎日の中にそっと花開いていきます。心が温かくなる瞬間を一つ一つ大切にしていきましょう。焦らなくても大丈夫、落ち着いていきましょうという落ち着きを表すセレニティのカードです。はい、ラッキーなことがやってくるっていうのが言われていました。それはとっても現実味のあるもの、受け取った後は現実化していくようなことなんじゃないかなと思うんですね。リアルに感じられるようなことだと思います。あなたとお日様の未来がより近づいていくことを応援しています。今回は推し活シリーズ、お日様あなたの SNS 見ていますかということをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。お日様あなたの SNS を見ていますか？そして2人の近未来はどうなっていきますか？何か嬉しいことはありますか？というのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードを展開していきます。はい、このように出ました。ワンドの2番、ワンドの10、ペンタクルページ、ソードのエース、そして運命の輪にワンドの9です。補足で、ノルマンを出していきます。SNS 見ていますかっていうことなんですけど、答えはイエスです。すごい見ていると思います。SNS を見ているっていうことが今回3番さん重要ではない。他のところに今、焦点を当てた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そこを深掘りしたいなと思っています。まずお日様を表すところに運命の輪が入っているので、この方今転機を迎えようとしているのかなとも思います。そして今その推し活においての課題点というかポイント、押さえておきたいところにワンドの9が入っているので、これも少し気をつけていきたい。決して諦めないっていう気持ちを大切にしてほしいっていうことですね。悩まないとか尻込みしないで進んでいく、決めるっていうのが今回推し活においての重要なポイントになってくると思います。で、近々嬉しいこともあると思うんですけど、まずお日様の変化についてどんな変化があるのか、ルノルマンで1枚補足もらっていきます。
どんな変化でしょうか。クロスのカードです。物事の終了っていう感じですかね。あとは運命、カルマっていうのも感じるので、このお日様にとって、自分でエネルギーを注ぎ込んで活動されている、もうこれはお日様にとって宿命なんだっていうことが強く現れてきているし、それが変化しているっていうことなので、この自分の宿命、お日様の定めですよね。自分の活動の定めっていうものの中で変化していたりとか、もっと分かりやすく言うと、一つ物事が終わるっていうのが入ってきます。サイクルが終わって、そして好調の波に乗る。なので最近までのお日様が少し不調だった、そんな方はお日様がこれから好調の波に乗っていくっていうのが出てきていますし、そうじゃない不調でもなくて、そのいつも通りのお日様でしたっていう方だとしたら、このお日様がずっと自分が活動し続ける限り背負うというか、プレッシャーとかではないんですが、自分が宿命だと感じてる、これが自分の使命なんだって、魂の使命とか、あとこれが自分の役目なんだ、今世での役目、自分がこうやって活動していくのは何か意味があるんだっていうことを感じて、それで自分の中で変化する、もっともっといいものにしていこうっていうふうに変化を促されているような、そういう感じもしますね。そしてここポイントで1枚、ルノルマンを出すことと、今の現状がワンドの10なので、まずそもそものその推し活についてどうかなっていう風に感じるところも正直あります。まず課題点で1枚ルノルマン出しますね。無知放棄のカードです。打たれ強くなることっていうことでしょうかね。この3枚なので、自分でこれから動いていく、自らが動いていく、推し活においてもう総合的なことのアドバイスなんですけど、自分で尻込みしない、誰かに何か言われて傷つく、そんなこともあったと思います。だけどそれで負けずに、自分の中で何が一番大切かっていうのをもう一度見直して、そしてシンプル化させていってほしい。多分今あなたも状態的にそんなに好調ではないんじゃないかなと思うんですね。抱えているものがたくさんある。それは問題をたくさん抱えているとか、自分の中でこのまま推し活していってもいいのかなっていう迷いかもしれないですし、ここをもう少し出していきます。心配していることがあるような気がするんですよね。または心配が SNS 上の推し活っていう活動、あなたの活動に現れているっていう感じがします。すごく積極的に推し活されてるなっていう感じがするんですね。はい、これで見ていきます。例えばお日様がやっぱり不調だったのかなっていうのが出てきていますね。これがお日様を表すカードです。カマのカードなので、はっきりとさせる、何か終了するとか、不調だったものを断ち切ってこれから好調の波に乗っていくとか、今まで運が悪かったっていうのが入ってくるので、つい最近かもしれないですよね。なんかあなたから見たら疲れてるのかな、大丈夫かなとか、不安になるようなこととか、低迷していたとか、あんまりパッとしないっていうか、活動的にも横ばいというか見えてこなかった、活発的な活動をしていなかった、しばらく休止していたとかかもしれません。それがうまく回り出していくので、あなたとしてはお日様が成功するといいなっていうのをすごく強く願っているし、それをもう全面に SNS に出しているような感じです。もうお日様命っていう感じで、自分の熱意を SNS に込めて発信してらっしゃったと思うんですね。そしてお日様の中でも、自分の中で不調なことを断ち切る、健康面だったら健康面の見直しをかけて治療して治す、回復するっていうのが入ってきますし、ご自身の中で何かを決めたから、お日様が決めたから、これから活動的になっていくとか、流れが良くなっていきます。循環、悪かった循環を断ち切るっていう感じですね。
でイコールユリのカードなので、そこから生まれてくる調和です。清らかさとか汚れをそぎ落とすっていうような感じですかね。お日様が成功じゃなかった、不調だった、失敗した、そんなことから断ち切って真っ白にしていくっていうこと、浄化っていうのも感じますし、このお日様かなりスピリチュアル系な方っていう感じで入ってくるんですよね。スピリチュアルに造形のある方、何かを信仰してらっしゃったりとか、例えば第7チャクラがすごく強くって宇宙とのつながりを感じていたりとか、またそれを作品に起こしていたり、やっぱりアーティストさんっていうのは感性豊かな方が多いので、その自分が受け取ったエネルギーを作品として世に出していくっていう、そういう活動なので、かなりこのインスピレーションが第7チャクラが生かされているんじゃないかなっていうのも感じるんですね。ただ若干体が弱めの方なのかもしれないなとは思います。はい、でもそのお日様のこの近未来っていうのが今よりもクリアなものになっていくなっていうのを感じました。ちょっとオラクルカードを出していきます。お日様の、今の状態を表すのに1枚と、お日様から見たあなたっていうことで1枚、計2枚出していきます。まずはお日様の、現状ですねを表すところで1枚、続けてあなたへの印象で1枚出します。まずはお日様の今の状態、共感能力を目覚めさせるターコイズのカラーですね。はい、目覚めっていうのが入ってきていますから、これからお日様が新しいことを始めるとか、転機を迎えようとしていたり、気づきや目覚めっていうのも入ってきますから、あとはテレビとかラジオに出演するような機会も増えていくと思います。まさにライブとかですね、あとは動画とか、ライブ配信とかで自分の意思を語る、自分がこういうふうに思ってきてこうしようと思うっていう、そういう方向性を示してくれる、それが文章かもしれないんですけど、どちらかというとご自身の肉声です。声で発信してくれると思います。メッセージです。そしてお日様から見たあなたっていうのがルビーのカラーで、これは体を若返らせるというカラーです。そしてこのルビー色っていうのをラッキーカラーにして取り入れてください。真っ赤な輝く色ですね。そしてお日様から見たら、多分お日様にないものをあなたが持っているっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。それは何かって言ったら、若々しさだったり、肉体美だったりとか、明るさ、肉体から現れてくる明るさです。肌の透明感だったりとか、笑顔のはつらつさとか、そういうところだと思います。何か自分にはないもの持ってるなっていう風に感じてるんじゃないかなっていう風に思いました。ではお日様があなたの SNS 見ていると思います。はい、見ているので、どんな印象を持っているのか、こちらのオラクルカードから、SNS 上でのあなたっていうのと、外見です。お日様と会ったことあるとか、自分の外見知ってるんじゃないかってお心当たりのある方は、この外見についてっていうのも見てください。そしてその次に性格について、どんな魅力を感じているのかっていうところを3つに分けて出していますので、これを見ていきましょう。まず SNS でどんな印象を抱いているのかっていうのもね、見ていきますよ。これはラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは1番です。これはブドウですねの絵柄です。ぶどうの花言葉っていうのが陶酔、お日様に心から惚れているっていうことと、思いやりっていうのを表しています。でパワーストーンはムーンストーンのカードで、月の光が宿る石、愛の予感、神秘と安らぎを受け取るっていうカードです。そしてこちらがラッキーフードです。卵、再生、新たな始まりとありますね。何かお日様の中で新しくプロジェクトを始めようとしていることがあるのかな。何か一旦終了してとか、区切りをつけて良い始まりとか再生です。修正して直して、そして復活するとかっていう感じなのかな。体調が良くなるっていうのがすごく強く入ってくるんですけど、いや推し全然体調バッチリだよっ
だとしたら、物事が新しい始まりを迎えるっていう風に捉えてください。なんか私の中では体調回復っていうのが入ってくるんですよね。はい。で、こちらのカードです。このカードは充足感を表すカード、実りのあるカードですね。すごく素晴らしいカードです。そして家族っていうカードとアドバイスカードがワンドのナイトのカードです。積極的に動いていきましょう。何も臆することありませんよって、今のポイント、あなたの推し活においてのポイントとしては、対立をあなたが避けようとしていたり、誰かに批判されたくないから自己主張しないでおこうかなっていうふうに思っている、またはご自身が今推し活について悩まれていたり、疲れているっていう感じかな、不安になりすぎて疲れていたりとか、空回りしているような感じがするって、それを気にしないで自分のペースでこれから自分の勝利へ向けて進んでいってって、自分の情熱の炎をもっと見せて表に出していってもいいですよっていう、そういうアドバイスカードでもあります。はい。そしてこのあたりからお日様が SNS 上であなたのことをどう感じているのかっていうのを見ていきましょう。まずその果物のような人っていうのが入ってくるんですね。それどういうことなのって思うかもしれないんですが、甘さとか、あと香り、なんかこういい香りっていうのが入ってくるんです。みずみずしさとか、ここにもありましたけど若さ、みずみずしいっていうのが入ってくるんですね。こうなんか見ているだけで気持ちがほぐれるとか、あとあなたの投稿をつい何度もスクロールしてしまうとか、そんな不思議な魅力を感じているようです。特に日常の中にある幸せの種を見つけてシェアするのがあなたはとても上手です。お気に入りのカフェの写真や笑ってしまった出来事など、または美味しかった手料理や散歩中の空の模様など、どれもあなたが発信すると一気に温かさを増します。温かいカラーをまとっているような、そんな投稿をしているんですね。で、お日様はそんなあなたをいつも幸せを分けてくれる人というふうに感じています。そしてふとした時にあなたの投稿から元気をもらっていることにお日様気づいているんですね。では外見はどんなイメージを持たれているのかっていうことで、もう実際に顔を合わせたことあるよっていう方はドキドキかもしれませんね。あなたには柔らかなツヤっていうのがお日様感じているらしいんです。艶やかで親しみやすい、そしてどこか色気のある印象です。笑った時の表情が特に魅力的。見る人の心を自然とほどいてしまうような力をあなたは持っています。元気を与えてくれるようなみずみずしい、なんかね、果物のカードがこう入ってきているので、みずみずしさっていうのを感じます。服装やメイクに関してはほんのりと色っぽく、それでいて優しさも感じさせるような雰囲気をあなたは持っています。ピンク系やオレンジ系や赤系など温かみのある色がとても似合いそうです。日だまりの中の微笑みみたいに、あなたの存在が周囲、そしてお日様を安心させてくれているというふうに感じているみたいです。そして性格についてどのように感じているのか。あなたの性格には包容力と情熱が同居しています。燃えるような情熱ですね。人のいいところを見つけるのが上手。どうすればこの人がもっと輝けるのかというのを自然と考えているタイプです。押し付けがましくなく、でも確かに輝く。でも確かに届くその思いやりは、まさにこのブドウのカードの花言葉、思いやりそのものです。一方で心の奥には強いやりたいことや自分の夢がちゃんとしっかりとある。それを少しずつでも形にしていく粘り強さもあなたは持っています。今のあなたはまさに何かを始める力がみなぎっている時、これからどんどんと実りがやってきます。これは実りを表すカード。この実りを受け取ること、感じることによってあなたの心が満たされるっていうカードなんですね。そして確かに近未来しっかりと受け取るものがあるよっていうのも言われているので、何かこう嬉しいこと、お日様の動きが変化することによって受け取る明るい気持ち、元気を取り戻すとか、あなた自身がそういうことも言われているかもしれません。そしてあなたの魅力っていうところも見ていきたいと思います。オラクルカード1枚追加していきます。アストロロジーのカードからお日様が感じるあなたの魅力について1枚カード出していきます。
このカードですね。ヤギ座のカードです。努力家さんっていうことですね。あとはやはりご自身で動くのが得意なタイプだから、受け取るっていうよりは自分で動いていって掴み取るとか、自分から積極的に推しにコメントするとか、そういうことが姿が見られるかな。計画をしっかりと練って行動するタイプ、真面目、堅実に成功をつかむような方、その場限りで行き当たりばったりで成功を狙うとかではなくて、しっかりと自分が確実につかめる成功を求めていくタイプですね。お日様から見たあなたの魅力、印象、このカードの印象も強いですね。ムーンストーンです。あなたはみんなから愛されている存在で、どこか神秘的でふわっとした優しさがあります。人とのつながりを温かく大切にする力がある人。SNS ではあなたの写真や言動が誰かの心をそっと癒しています。あなたの心は人の気持ちを大切にする優しさと、自分の感情に素直でいられる美しさ、両方あります。思いやりのある行動や言葉が自然と人を癒しています。あなたの中には愛と調和が流れていて、心がリラックスしている時に本当の魅力が花開きます。静かに深く物事を感じ取る力があり、優しく寄り添う存在としてあなたは多くの人、そしてお日様の心に残っています。あなたはつながりを大切にできる人、血のつながりに限らず心で結ばれた人たちとの絆をとても大事にしています。その姿を見ているとお日様は温かい気持ちになるみたいです。このファミリーのカードが示している通り、コミュニティを大切にする、かつこのコミュニティの中でリーダー的な存在だと思うんですよね。目立つような方、みんなをまとめるようなタイプ。そしてあなたが誰かの言葉を覚えていたり、ふとした瞬間に感謝の気持ちを伝えたり、そういう小さな優しさが周りの人の心を癒しているのです。あなた自身もまた守られ、支えられてきた存在。だからこそ深い愛を周りに、そしてお日様に注ぐことができるのだと思います。過去を癒す力も優しく断ち切る強さもあなたはちゃんと持っている。だから安心してください。あなたが歩んでいく道には目には見えない愛がたくさん寄り添っています。そしてあなたのその姿を見てお日様も一つ迷いから晴れるというか、決定打をもらえる、背中を押してもらえるっていう風に感じています。迷った時は月のリズムに耳を澄ませてみてください。あなたの優しさはちゃんと推しに届いています。自分のペースでゆっくり進んでいけば大丈夫。あなたが今心を向けているものはすでに豊かに育ち始めています。焦らず、でも止まらずにその歩みを続けていってください。どんなに小さな一歩でもそれは大きな可能性につながる種になります。これですね、充足感。あなたの好きを大切にしながらあなたらしく前に進んでいってください。心と体を休ませる時間もどうか忘れずに。ワンドの10のカードが入っていて、たくさんのことを抱えているよっていうのが出てきていたので、しっかりと休んでください。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは育むというカードです。無邪気な気持ちはあなたの最高の力になるというメッセージ。好きと思うその瞬間、あなたの中にたくさんの元気が生まれていきます。大人になると我慢することも多くなりますが、推し活では素直な自分を大事にしてみてください。子供の頃みたいに何も考えずにワクワクしていいのです。その純粋な心があなたの毎日をキラキラ輝かせてくれます。あなたの楽しいっていう気持ちは世界に一つだけの宝物です。遠慮せず思いっきり抱きしめてください。はい、睡眠不足にはご注意です。ゆっくりと眠って体を癒しましょう。そんなメッセージも入っていました。今回は推し活シリーズ、お日様あなたの SNS 見ていますかということに対しての答えはイエス。そして今のお日様の変化っていうのがどういう変化なのかっていうのも詳しく深掘りしていきました。またお日様が感じるあなたの印象についてもお伝えしていきました。ラッキーカラーやラッキーナンバーも参考にしてください。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。推し活シリーズを行っていきました。お日様、あなたの SNS を見ているのかどうか、そしてどんな印象を持っているのか、2人の間に訪れる近未来嬉しいことはあるのかどうかということについて深掘りしてみていきました。はい、ということで今回はプチ3択占いは言霊開花カードからもらっていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージとして1枚お好きなものをお選びください。はい、では見ていきましょう。こちらですね。こちら左真ん中右と1枚好きなものをお選びください。直感で構いません。少しここでちょっとだけ私のお話をするんですけど、最近、自分の推し、私何人かいるんですけど、その推しの方々の誕生日っていうのを調べたんですよね。はい。それで、共通点が一つ出てきました。それは誕生日の日にちです。日にち、かなが、だいたい皆さん15日前後、もしくは20日前後、どちらかというと15日前後の方が固まっていました。で、あと一部の方が20日前後、15日から20日ぐらいの間にギュッと詰まってる感じなんですよねっていう共通点に気づいて、何かあるのかなと思ってちょっとドキドキしてしまったっていうことがありました。もしよかったら皆さんも自分の推しの誕生日、特に複数にいらっしゃる方は共通点あるかなっていう風に見てみてください。最近自分のことを分析してみたんですけど、なんか共通点どんなところがあるのかなっていう風に思いました。あと声ですね。声が自分にとって心地いいって思う話し方をしてるかどうかっていうのもちょっと見てしまって、共通点あるかもって、雰囲気ですね。話し方の雰囲気とかそういうのを感じていたりとかする。あとはアーティストさん、歌手の方だとしたら、その歌だけじゃなくて絵も描いていたりとか、そういう方に惹かれるみたい。なんか2つ同時にやってるとかっていう方に惹かれるみたいだなっていう共通点を最近自分の中に感じました。皆さんもね、ぜひね、検証してみてください。はい、ということでおしゃべりが長くなってしまいましたが、早速見ていきましょう。では左をお選びいただいた方から見ていきます。今のあなたに必要なメッセージ。空を見ていますか？太陽の光が悩みを吹き飛ばしてくれます。サンシャインヒーリング、太陽の光で癒しを受けてください。日光浴、今日差しが暑くなってくると思うので、ちょっとでもいいので朝日を浴びる。朝日だとまだ日中の日差しよりは柔らかいかなと思うので、朝起きたらまず窓を開けて新鮮な空気を吸って朝日を浴びるとか、少しだけ30秒とか1分でも浴びて気持ちをリフレッシュさせるっていうこともいいと思います。空を見ていますかなので、空を見上げることっていうのもいいと思いますね。では真ん中をお選びいただいた方です。はい、全部抱え込んでいませんか？もっと頼っていいんだよ。フレンドシップ&パートナーシップ、お友達やパートナーに頼ってください。もちろん推し活なので、推しやファンの方々との交流もそうだと思いますし、一人で抱え込みすぎずにいろんなことを頼ってください。そういうメッセージです。はい、では右をお選びいただいた方です。タイムレス、時間は有限です。あなたのための時間を持っていますか？どうでしょう。最近推し活なかなか時間割けないとか、例えば推しの活動を全部追いかけようとしていて、寝る時間削っていっぱい推しをもう全部見ようって
出演した作品とかリリースした作品とかあれもこれもとか出演したもの全部追いかけようと思って時間足りなくなっていませんかっていうのをもう一度見直してください。あなたのための時間を持ちましょう。もちろん推しにかける時間が私の時間ですっていう方もいると思いますし、またそれ以外にね、推しに使う時間以外に自分をリラックスするような、自分の体を癒すような時間も持つといいと思います。はい、時間っていうカードが出てきました。あとは今期限が迫っているとか焦っているっていう方もいるかもしれないですね。もうすぐライブの当選がわかるんですとか、何か時間に追われているとか、そういう方もいらっしゃると思います。ゆっくりとリラックスしてください。時間は有限だっていうことをもう一度再確認しましょう。はい、今っていう時は今しかないっていうことで。以上、こちらの3点それぞれプチ3択占いでメッセージをお届けしていきました。今回も人気のあるこの推し活シリーズ動画を投稿していきました。で、また次回も新しいテーマで取り組んで投稿していきますので、次回の推し活シリーズもお楽しみにしてください。いつも温かいコメントや応援本当にありがとうございます。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。